もし集団で遊びに誘ってきた友人が寄ってたかってあなたを貶めるつもりだったら、2010年2月10日、アメリカペンシルベニア州マウントプレザント。パパ、愛してる。行ってくるわ。満面の笑みを浮かべ、ケーフのボビーにキスをしたその女性はジェニファー・ドーハティ。彼女はケーフに別れを告げた後、一人バスに乗り込みました。ジェニファーはこれから友人たちとのお泊まり会に参加する予定。その決断は彼女にとって大きな一歩でした。ジェニファーは生まれつき脳に障害があり、他人の意図を汲み取ることが苦手。人間関係をうまく築けずに30歳まで生きてきた彼女を誘ってくれたのが、地域のコミュニティセンターでできた友人たちだったのです。今日はきっと新しい始まりの日になるわ。そう信じ、胸を躍らせながらバスに揺られていたジェニファー。しかし友人たちの家で待っていたのは、排泄物を食べさせられる拷問だったのです。友人6人によって36時間もの拷問にさらされることになった女性。人間の尊厳を全て奪ってしまう残虐行為の数々とは。時間が経つにつれ、彼らの中からは少しの罪悪感もなくなってしまったんです。おそすけんちゃんです。みこです。いや、最近ね、風邪か何か流行ってるのよ。私、初体験の体調の悪さが経験したんだけどね。何かっていうと、すっごいね、息を吸うたびに、ご飯粒を喉になんかあるような感覚がある。何それ。ご飯粒を飲み込むときってなんかここにご飯粒あるなって感じるじゃない。まあ、異物感ね。そうそう、異物感があるじゃん。何かって思ったら、全然痛くないんだけど、喉ティンコがね、ボーンって腫れて、なんか下の上にぶら下がってんの。腫れたおかげで異物っぽくなっちゃってる。そう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 。そういう時ない？いや、全然あるね。あるの？そんな珍しくないんじゃん。本当に？僕もたまには嘘だな。2、3年に1回になるかもしれない。本当に下の上にさ、触るぐらいティンティンがさ、膨れることなんてなかなかなくない？ティンティンが膨れてんの。喉ティンティンね。何なんだろうね、あれね。ウイルス性の喉風邪みたいなのが流行ってるらしいから、多分それなんじゃないかなと思うけど、別に発熱もないし、痛くもないし、なんか不思議な感覚だったの。こういうの詳しい人いたら、喉ティンティン事件は西洋医学で言うとどんな病名なのかを、ぜひね、我々にね、教えていただければと思う。やばいことがあるかもしれないからね、私たちが病院行かないだけでね。今回はアメリカで起きた衝撃的な殺人事件をご紹介します。被害者は障害を持った女性だったんですが、彼女は友人6人によって36時間も拷問された末に殺害されてしまったんです。36時間しかも6人が寄ってたかってでしょ？血も涙もない事件じゃな。友人とも呼べないっすよね。彼らはね、6人っていう集団だったからこそ暴走したと考えられているんです。6人の友人とのその時間は人間関係に恵まれなかった被害者の女性にとってやっとの思いで手に入れた希望の時間だったんです。地獄の幕開け。2010年2月10日、アメリカペンシルベニア州グリーンズバーグ。いや、やめて！お願い！モスグリーンのウッドデッキ町の民家から漏れ聞こえていたのは悲痛に叫ぶ女性の声。同時にその家の中からはその女性と対照的に大笑いする男女の声も響いていました。開け放たれた窓から雪の積もった地面へ乱暴に投げ捨てられた女性の衣服。その家の中では全裸にされた一人の女性を6人の男女が取り囲んでいたのです。さらに6人から嘲笑されるその女性は頭を丸刈りにされ、顔にマニキュアを塗りたくられていました。お願いだからこんなことはもうやめて！奇妙な化粧を施されたその顔を涙で濡らし必死にそう訴える女性。彼女はつい数時間前までこのような地獄の時間が待っているなどとは夢にも思っていなかったのです。時は遡り、その日の朝、30歳の女性ジェニファー・ドーハティはケーフのボビーと共にペンシルベニア州プレザントヒルのバス停へやってきました。パパ、愛してる。行ってくるわ。そう言ってボビーにキスをした後、一人バスへ乗り込んだジェニファー。彼女はこれから友人6人とのお泊まり会へ出かけるところでした。その日を迎えるにあたり、SNS 上には次のような投稿が。これは新しい始まり。私には友達がいる。もう何も怖くない。ジェニファーは脳に障害を抱えており、30歳を迎えた今も精神年齢は14歳の子供と同程度。他人の意図を汲み取るのが苦手な彼女は幼少期からいじめられ、暴力を振るわれたり、髪の毛にガムを押し付けられたり、学校から泣きながら帰ってくることがたびたびあったのです。そしてその年になるまで人間関係がうまく築けずにいたジェニファー。しかし彼女は決して人生を悲観していませんでした。お友達もたくさん欲しいし、結婚して子供だって産みたい。その第一歩として通い始めたのが、障害者の自立を支援するためのコミュ
ニュティセンターウェストプレイスクラブハウス。そこで親しくなった6人の友人から誘いを受けたジェニファーは、これまでの人に恵まれない生活が大きく変わることを期待していたのです。お友達がたくさんできたって喜んでた矢先のお泊まり会でそんな拷問が起きちゃうわけ、悲しすぎるわよ、ちょっといくらなんでも。そうなんですよ。友人6人の中にはジェニファーのことを心底恨んでいるメンバーがいたんです。ジェニファーがグリーンズバーグのバス停で下車すると、そこにはすでに友人たちが迎えに来ていました。待っていたよジェニファー、さあ行こうぜ。そう言って笑いかけるのは立派なヒゲを蓄えたリッキー・スミーンズ。黒人男性のメルビン・ナイトとメルビンの恋人アンバー・メイディンガーも一緒でした。ジェニファーの表情は一層明るくなり、彼女は喜んで3人についていったのです。そしてウッドデッキ町のその家の玄関をくぐると、さらに3人の友人がそこで待っていました。そのうちの一人アンジェラ・マヌリッチはジェニファーの顔を見るなりこう言ったのです。よく来たわねジェニファー、このアバズレが。そこから6人はジェニファーを取り押さえ、彼女からバッグを奪うと携帯電話や現金を強奪。やめて、何するのよ。突然のことにジェニファーは動揺しながらそう叫びますが、6人は気にも留めず、空になった彼女のバッグに水を注いで台無しにしてしまうのです。それがジェニファーにとっての地獄の36時間の幕開けでした。ジェニファーのこと恨んでるメンバーいるって言ってたけどさ、何そのジェニファーが6人組の気に障るようなこと何かしたってわけ？それがね、きっかけはね、6人組のほとんどには関係のないことだったんです。6人のうち17歳のアンジェラはジェニファーを絶対に許せないと思っていました。そんな彼女の怒りの理由とは？嫉妬に震える女。それはジェニファーがお泊まり会へ招待される少し前のこと。リッキー、あんたどういうつもりよ。17歳の少女アンジェラは怒りをあらわに23歳の青年リッキーを怒鳴りつけていました。彼女が怒っているのはリッキーとジェニファーとの電話を偶然聞いてしまったため。アンジェラとリッキーは恋人同士なのですが、それにもかかわらず彼はジェニファーにこう言っていたというのです。永遠の愛を誓う、君と結婚したい。ジェニファーもその問いかけに対し確かに愛していると返していたといいます。彼女はリッキーと肉体関係も持っており、グループの中にはジェニファー本人からリッキーと結婚すると聞かされたメンバーもいました。それらの事実を知ったアンジェラは恋人のリッキーを睨みつけこう言ったのです。私かジェニファーかどっちを選ぶのかはっきりしなさいよ。もし私を選ぶならジェニファーは殺すわよ。まあ浮気相手にムカつく気持ちってのはわかるんだけどさ、そもそも言い言ったリッキーが悪いわけじゃない。いきなり殺すとかさ、もう考えが飛躍しすぎてるわよ、ちょっと。しかもね、タチが悪いのは、アンジェラはね、もともとね、犯罪行為を厭わない性格だったんです。ここまでの状況だけを見ると、アンジェラのジェニファーを殺すという言葉は彼氏に浮気され頭に血が上ったゆえに出てしまったもののようにも思えます。しかし彼女は本気でした。先ほども説明したように、ジェニファーと友人たちはそれぞれ障害者が集まる施設で知り合ったメンバー。そしてアンジェラが抱えていた障害とは、他人が傷つくことに罪悪感を感じない共感性の欠如だったのです。15歳の頃、交通事故で頭部に負傷を負って以来、凶暴になり犯罪のような危険行動を繰り返すようになったアンジェラ。彼女が怒り狂えば何をしでかすか分からず、恐怖を抱いた恋人のリッキーはジェニファーを殺すというその言葉に従ってしまうのです。そこからアンジェラはリッキー以外の友人4人にも彼を寝取ったジェニファーへの報復を持ちかけました。残りの友人たちもまた精神的に問題がある面々だったこともあり、ジェニファーへの復讐計画は瞬く間に実行に移されていったのです。そうとは知らず、お泊まり会に誘われたジェニファーは大喜びでその誘いに応じました。ちなみにジェニファーの性格から推測すると、おそらく彼女はリッキーとの件が浮気になるとは理解していなかったと考えられます。ジェニファーはいじめにあった際にも何か嫌なことがあったのかななどと考え、その相手に余計に親切にするような心優しい女性。とにかく人を信じやすく、過去にもその性格を利用されることが多々あったといいます。そんな彼女のこと、リッキーから好意を向けられたことがただ嬉しかっただけで、アンジェラから恋人を奪ってやろうなどという考えはなかったと思えるのです。6人もいてさ、ジェニファーの言い分を聞こうっていう人は一人もいなかったってわけね。これもうちょっとあまりにも胸が痛すぎる事件よ、これ。しかもね、残念ながらね、一度拷問が始まってしまうと、その勢いっていうのはどんどんこの6人に伝播していったんです。そしてね、ついに歯止めが効かなくなりね、36時間もの拷問に及ぶんです。しかもその内容は暴力のみならず、聞くだけでね、吐き気を催すほどのレベルのことがね、行われていたんです。悪魔に変わった6人。
2010年2月10日、6人の友人グループはグリーンズバーグにあるリッキーの家へジェニファーを呼び出しました。彼女から現金や携帯を奪った後、犯行はさらにエスカレート。6人は金属製のタオル掛けや松葉杖、ペットボトル、掃除機のホースなど家にあるあらゆるものを手にジェニファーを散々に殴打したのです。お願い、こんなことはもうやめて。悲痛なその懇願も虚しく、全裸にされ、さらに頭を丸刈りにされてしまったジェニファー。6人はなおも彼女を嘲笑い、香辛料で目つぶしし、頭からオートミールを浴びせかけました。そしてそれはジェニファーがこう訴えた時のこと。お願い、喉が渇いたの、水をちょうだい。いいよ、とっておきのを飲ませてあげるよ。彼氏の浮気の件で一番ジェニファーを恨んでいるアンジェラはそう言いながら彼女をバスルームに引っ張っていきますが、バスルームの中に響く何度も何度も殴りつける音。痛い、やめて。6人のうちの1人アンバーは金属製のタオル掛けを振りかざし、ジェニファーの頭をひたすら殴打し続けていた。一方でアンジェラは暴行を受けるジェニファーに背を向け、何やら作業をしていた。そしてあるタイミングで振り向いた彼女はその顔にいやらしい笑みを浮かべこう言った。あんた喉が渇いたんでしょ。特製のドリンクができたよ。そう言ってアンジェラが差し出したグラスには彼女の尿が注がれていた。目の前に突きつけられたグラスから放たれる匂いに思わず顔をしかめるジェニファー。とっとと飲めよ。グラスを口に無理やり押し付け、激しい剣幕でまくし立てるアンジェラを前にジェニファーはそれを飲み込むほかなかった。その後もジェニファーは排泄物を味付けしたスープ、植物油、洗濯用洗剤、漂白剤、タバコの灰など様々なものを無理やり飲み込まされました。挙句他の5人が見ている目の前で黒人男性のメルビンがジェニファーをレイプ。そして彼は行為に飽きるとクリスマスライトのコードでジェニファーを縛り上げ吐き捨てるようにこう言ったのです。くっせえなお前。ちょっともうひどすぎて聞いてられないわよ、言葉の一つ一つが。人間ってこんなにまで残酷になれるわけ、ここまでねひどくなったのは36時間も拷問が行われ、メンバーからも次第にね罪悪感が薄れていった結果なんです。というわけで本日のメトラキーワード、デシェンシタイゼーションについて。デシェンシタイゼーションとは、恐怖や嫌悪など負の感情に対して慣れることを意味する言葉。例えば暴力シーンのある映画などを日常的に好んで見ている人は、実際の暴力を目撃した際にも不快に思わなくなったり、同情できなくなったりする傾向があります。また、日常的にそうした映像を見ている人に限らず、暴力的な映像を見た後は、一時的に暴力に対する慣れが発生するとも。有名なのは、1974年にフロリダ工科大学で小学3年生40人に対して行われた実験。被験者のうち20人には暴力シーンを含む映像、20人には野球の試合の映像を見せ、その直後に幼児2人の喧嘩を目撃した際の反応の違いが比較されました。幼児2人の喧嘩は実際には録画されたものですが、被験者には監視カメラで今起こっているものが映されていると伝えられました。すると、幼児が喧嘩を始めたと大人に知らせに行くまでの時間が、直前に暴力シーンを見せられた被験者の方が平均して7分遅いという結果が出たのです。36時間も拷問の現場に居合わせた6人は、どんなね残虐な行為も次第にね抵抗なく罪悪感なくできるようになっていったんです。ボロボロになったジェニファーを前に、この6人が下した決断とは。終わりの時。拷問が行われる最中、実は一度だけジェニファーが助かるかもしれないチャンスがありました。以前のその家の住人が荷物を取りに来たのです。家の中を見られるわけにはいかず、リッキーとメルビンがその住人と揉め事になり、警察が駆けつける騒ぎに。その際、ジェニファーは声を出したら殺すと脅された上で屋根裏に押し込められ、警察が数メートル先にいるにもかかわらず、結局助けを求められなかったのです。そして翌朝、6人は最終的にジェニファーをどうするか会議を開きました。その結果、彼らは満場一致で彼女を殺すことに賛成したのです。散々に拷問を繰り返した末のこと、ジェニファーを解放して事件が明るみに出れば関わった全員逮捕は免れられない。殺すという選択は6人ともがそう判断しての結果でした。いやー、でも全員とも殺すことに賛成だなんてもう、本当に気が狂っちゃってるわね、この時点で。ほとんどのメンバーがね殺そうって言ってたみたいで、異論を唱えるのがメンバーによってはね難しいっていう子もいたみたいなんです。ただジェニファーはね36時間も拷問されてたわけじゃないですか。その中でねちょっとやっぱこれは違うんじゃないかってね立ち返ったりとかね、他のメンバーの隙を見て通報したりとか、いろんなことはできたはずじゃないですか。ちょっとやっぱそれも言い訳にしか聞こえないのかなっていうのはありますよね、正直。ジェニファーの殺害が決定すると、6人は彼女に遺書を書くように強制しました。しばらく試
幸せじゃなかった。私がいなくなればみんなもっと良くなるわ。みんな愛してる。姪と甥には私よりももっといいおばさんがいると思う。さようなら。ペンを走らせる最中もジェニファーはこれから自分に訪れる運命を察し震えていたことでしょう。そこから彼女は睡眠薬を飲まされ意識が朦朧とする中、リッキーと黒人のメルビンによって胸を刺されたり手首を切りつけられたりしました。それでもジェニファーはまだ生きていたため、最終的にはリッキーとメルビンの2人が彼女を縛り付けていたクリスマスライトのコードを使って考察。最終的にジェニファーは20回近く刺されており血まみれの状態になっていたといいます。その後もう動かなくなったジェニファーを目にした6人はその体にクリスマスの飾り付けをしたのです。この時リッキーとの浮気に激怒して計画を立てた張本人のアンジェラが一番楽しそうに飾り付けをしていたといいます。その後6人はジェニファーの服のポケットに衣装を忍ばせ大型のゴミ箱に入れた状態で近隣の中学校の駐車場に行き、ただ散々にいたぶられたその遺体が実に見えるはずはありませんでした。そしてゴミ箱がリッキーの自宅の外に置かれていたものだったことから6人はすぐに犯人として特定されるのです。裁判はその年に始まり4年後の2014年までに全員に判決が言い渡されました。殺人に直接関与したリッキーとメルビンはそれぞれ死刑に、司法取引に応じたアンバーは懲役40年から80年、犯行を計画した張本人のアンジェラは仮釈放なしの終身刑となりますが、当時未成年だったこともあり判決は見直しに。彼女は2022年に改めて最低60年仮釈放なしの終身刑となっています。このほか拷問に直接参加していないもののその場に居合わせジェニファーを助けようとしなかった残りの2人は懲役30年から74年の刑がそれぞれ下されたのです。事件当日の朝、バス停でジェニファーを送り出した警部のボビーは事件について次のように語りました。この事件に終結はありません。終結とはジェニファーが私たちのところに戻ってくることなのですから。その言葉は犯人にどのような刑が下されようと何十年経とうとその行為を許せる時が来ることはないという思いを物語っていました。またジェニファーの姉のジョイは36時間もの間犯人グループが誰も彼女を助けようとしなかった点に言及。その声を受けペンシルベニア州は2012年にジェニファー法を制定。暴力行為を目撃した際に自分に危害が加わる危険性がある場合を除き通報を怠る行為も軽犯罪とみなされるようになったのです。暴力行為を傍観することを悪とするその法律は人間の本能的な面から見ても必要なものに感じます。人間はみんなやっているからと流され残虐行為を目の当たりにするうちその無誤さにも慣れてしまう生き物。あなたはいじめなどの残虐行為を目にした時勇気を出して制止や告発ができますか？